私はこの方法で物欲がなくなりお金が貯まるようになりました。こんにちは、節約主婦のピーチです。今回は物欲を抑える10のコツをご紹介します。気づけば収納がいっぱい。子供がいるから物が増えるのは仕方がない。私は昔言い訳をしながら多くのものに囲まれた生活をしていました。ただご紹介することを心がけてからは物に対する執着が一気になくなり、子供が増えた今の方が物の少ないすっきりとした生活を送れています。物欲がなくなれば必然的にお金も貯まり、将来の不安やストレスも減ります。お金を貯めていきたいという方はぜひ参考にしてみてください。では早速一つ目は、物では心が満たされないと知る。私たちは物心ついた頃から物がたくさんあるほど豊かで幸せと思い込んでいます。思い返せばクローゼットから溢れていた服やバッグ、一目惚れして買った可愛いインテリアグッズ、今よりもっと幸せになりたくて買い物に走っていた時期もありました。でも結局増えたのは物であって幸福感ではありません。収まりきらない服に埃のかぶったインテリア、片付けなきゃ、掃除しなきゃと焦りや自己嫌悪も生まれます。本当に欲しかったのは物ではなくて心が満たされる幸福感なのだと気づきました。逆に物を買わないことはメリットがたくさん。買わないことでお金が貯まるのはもちろん、物を選んだり、物を片付ける時間の節約にもなり、浮いたお金や時間を本当に幸福感を得られることに使えます。幼い子供がいる私の場合、家族でアウトドアや旅行を楽しんだり、四季を感じながらお散歩を楽しんだり、子供が親と遊んでくれるのもあとほんの数年。大切な時間を物に振り回されてしまってはもったいないです。最近、精神科医が見つけた3つの幸福という本を読んだのですが、継続的に幸せだなと感じるのは、人とのつながりや健康による幸福だそうです。確かに卒業旅行など、その時楽しかったのはもちろん、20年近く経った未だに友人との話題になりますし、家族旅行に行った後はしばらく余韻が続き幸せな気分になります。楽しかった思い出は子供たちの胸にも刻まれます。逆に物を買った時に感じる幸福感はその時だけのことが多く、幸福感は長続きしません。休日は買い物ではなく、家族や気の置けない友人とアウトドアやスポーツを楽しんだりと、自分や家族にとって心が満たされる過ごし方を探してみるのもいいかもしれません。続いて2つ目は断捨離をする。断捨離をすると実感すると思いますが、本当に悔しい。夫が数回しか着なかった服はリサイクルショップで10円。少しでも汚れがあれば値段はつかないので、ゴミとして捨てたりウエスにするしかありません。もちろんメルカリに出すこともありますが、なかなか手間がかかります。場所があるからと置きっぱなしにしているものも、それを使う機会がないのであれば、結局いずれは処分するもの。私の母は最近就活とのことで家中の断捨離をしています。大切に保管していた高価な着物も古すぎて全く値がつかず、嫁入り道具の大きな家具は処分に困っていて大変そうです。とにかく物が増えると大変なんです。断捨離をすることで身をもってその大変さを実感するので、物欲をなくすのにかなり効果的でした。3つ目は必要なもの、欲しいものに分ける。私が普段やっている方法なのですが、何か買おうとしたとき、それは必要なもの？それとも欲しいだけのもの？と心の中で自分に問いかけます。ないと困る必要なものであれば、それは買うべきもの。なくても困らない欲しいだけのものであれば、無駄遣いになってしまうかもしれないものなので、その場では買いません。そしてスマホなどに欲しいものリストを作っておき、ひとまずそちらにメモ。3ヶ月経っても欲しいとなれば、生活を豊かにしてくれるものにランクアップして買っても OK にします。例えば最近私が買ったものにセカンド冷凍庫がありますが、こちらもなければないで困るものではなかったので、ひとまず欲しいものリストに入れました。いろんな方の口コミを見たり、本当に我が家に必要か検討すること半年。あれば生活が豊かになると思い購入。
じっくり検討しただけあって、購入後はめちゃくちゃ重宝しています。なくても困らないものをすべて排除するのはとても難しいことです。でもこのように欲しいものをふるいにかけることで、ただの無駄遣いを排除することができ、生活を豊かにする無駄遣いができるようになります。続いて4つ目は、服の枚数を数える。皆さん手持ちの服の数を数えたことはありますでしょうか？私の場合、各シーズンごとに上下4着ずつ、部屋着は上下3セット、それプラスセールで買った部屋着のストックが数着です。物欲の塊のようだった独身時代は服を何十着と持っていて全く把握していませんでした。なので似たようなデザインの服ばかり買ってしまったり、しまい込んだまま忘れていたり、そして荒れていく部屋を見てストレスを溜めては買い物で発散するという負のスパイラルでした。このような負のスパイラルから抜け出す一番効果的な方法が持っている服の枚数を数えることです。可能であればストライプの T シャツ、花柄のスカート、このように服の特徴も書き出してみると効果的です。そうすることで柄物のスカートは全然着ていないなとか、いつも着るのは無地のトレーナーだなとか、自分の好みの服の傾向がわかり、買ったけど着なかったという無駄遣い防止につながります。すぐサイズアウトしてしまう子供服も、セールなどで買い足す前に今ある枚数をメモしておくのがおすすめ。足りないものを把握することで買いすぎ防止につながります。5つ目は代用できるものを探す。代用できるものは意外とたくさんあります。例えば体を洗うのに使っている牛乳石鹸を洗顔にも使ったり、食器用洗剤は食器洗いだけでなくお風呂やトイレ掃除にも使えます。また古着を小さく切ってストックしておけば使い捨て雑巾として使ったり、濡らして床拭きシート代わりにしたり、小さく畳んでトイレ掃除にも使えます。このように一つのものを多用途で使えば買うものをぐんと減らすことができ、置き場所やお金の節約になります。私が買わないものはこちらの動画にまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。続いて6つ目は、安いからという理由で買わない。最近無駄遣いしたと感じるものを並べて、なぜそれを買ったのか思い返してみてください。安かったから、お得だったからという理由のものはありませんでしょうか？昔の私はまさにこれでした。セールで安かったので買ったポーチ、70% オフに引かれて買った帽子。結局必要ではないものだったので使うことなくしまい込んでいました。節約生活を10年以上続けている私も気づくのに時間がかかりましたが、安いからは買う理由になりません。先ほどご紹介した通り必要だから買うんです。以前浪費させる罠という動画でもご紹介しましたが、一つ買えば一つ無料というフリー戦略や一番人気といったセールスコピー、お店に行けば買わなきゃ損と思わせるような罠だらけ。このような物欲を刺激する罠にはまらないよう買う理由を考えてみることは重要です。7つ目はお店に行く頻度を減らす。それでも無駄遣いをしてしまうという方は、そもそもお金を使う場所には行かないという方法が効果的。具体的にはフラット100均に行くのをやめる。楽天お買い物マラソンやサンプル百貨店で日用品をまとめ買いし、ドラッグストアに行く頻度を減らす。ふるさと納税でトイレットペーパーやティッシュを頼むなど。サンプル百貨店はたまに激安の日用品が出るのでおすすめ。先日は1個あたり131円でシャンプーやコンディショナーを購入しました。お得情報はコミュニティページにアップしていますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また、休日の過ごし方も一工夫。我が家の場合、ショッピングモールにはめったに行かず、ハイキングや科学館など、あまりお金を使わない場所に行くことが多いです。お弁当や水筒を持っていけば完璧。子供が生まれる前はお寺巡りなども楽しんでいました。アクセサリー作りやブログを書いたりと制作活動をするのもおすすめ。楽しいだけでなく副業になる可能性もあります。
このように誘惑だらけのお店に行く頻度を減らし、その分他の楽しみを見つければ、物欲とは無縁な生活になっていきます。続いて8つ目は家計簿をつける。家計簿は収支を把握するだけでなく、物欲をなくすのにも効果的。実際に使った金額が目に見えてわかるので、物欲にブレーキをかけられます。家計簿は見直してこそ意味があるものなので、付け方は人それぞれ。継続しやすく見直しやすいものがいいと思います。私の場合、こちらのシンプルな家計簿アプリを使っていますが、40年近く家計簿をつけている私の母はパソコンで家計簿をつけています。もちろん手書きの家計簿もいいと思いますし、今はクレジットカードや銀行口座と紐付けできる便利な家計簿アプリもあります。ポイントはどれもこれも節約するというわけではなく、予算を決めて楽しむことにもお金を使うということ。物欲を抑えたい、お金を貯めたいとストイックに頑張ってしまうとストレスが溜まり、いつか爆発してしまいます。また、物欲が結構ある夫はお小遣い制にしています。月に25,000円のお小遣い内であれば何に使っても OK。足りない時は不要品をメルカリで売るなどし工夫してくれています。というのも、夫はもともとあるだけ使ってしまうタイプ。夫からの提案でお小遣い制にしました。この方法にしたおかげで家計を管理する側の私も夫もストレスがなくなりいいことずくめ。予算内で娯楽を楽しむことは大切です。9つ目は買わないものを決める。物で溢れている現代。対策をしていてもいろんな誘惑が目に入ります。なのでマイルールとして絶対に買わないものを決めておくのもおすすめ。私が買わないもの一例はポーチ、バッグ、アクセサリーなど。ポーチやバッグはすでにあるので買いません。新しいものを買うということは、今使っているお気に入りを使う頻度が減るということ。なので、セールで安くても買わないと決めています。また、アクセサリーも在宅勤務の今はつける機会がほぼありません。なので、買っても無駄と思い、買わないようにしています。必要なものはすでに揃っています。そのことを意識することで、より強く物欲にブレーキをかけることができます。ではこちらで最後です。10個目は、見栄を張らない。過去にもたびたびお話ししていますが、見栄は物欲の一番の強敵。私も20代の頃、何度もこの強敵に負けました。可愛いアクセサリーをつけてきた同僚、ネイルをしょっちゅう変えていたおしゃれな先輩、知らず知らずのうちに見栄を張り、周りと同じようなお金の使い方をしていました。周りの人と同じようなお金の使い方をしていれば、周りの人と同じぐらいしか貯金できません。現に20代の貯金額の中央値は20万円、30代でも75万円です。私はもっと貯金したいと考えていたので、周りとは違う行動をしなくてはいけませんでした。見栄を張らず自分を貫くこと。結婚後10年で3000万円貯められたのは、このことを強く意識したからだと思います。周りが1000円以上するランチに行く中、私はほぼ毎日お弁当を持参。同僚はお店でネイルをしてもらっていましたが、私はセルフで。もちろん節約するだけでなく、飲み会などにも行っていましたが、予算を決めた上で使いすぎないようにしていました。先輩にピーチは溜め込んでそうだよね、と言われることもありましたが、自分は自分と思えるまでになりました。また、子供が生まれてからは家で仕事をするようにしました。物欲をなくすという面では、これがめちゃくちゃ効果的。人に会わなければ見栄を張ることも一切ありません。服は島村の底値セールで110円だったもの。バッグは夫のお下がり。ヘアカットもミニモというアプリを使い0円です。私の例は極端ですが、一人大好き人間の私には在宅ワークがぴったりでした。在宅ワークが気になる方は探し方の動画も出していますので、ぜひチェックしてみてください。ではまとめです。物欲を抑える10のコツはこちらでした。
ご紹介したことを一つでも日々の生活の中に取り入れれば、今より物に対する欲がなくなると思います。無理しすぎない程度にぜひ取り入れてみてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。